今回はスリップダメージをカンストさせるための戦術を紹介します。この方法は発売2日後ぐらいにはエネルさんが使っていたので少し時間が経っていますが解説しておきます。マクヤルと画面のように1億ダメージが2秒間隔で発生します。まずスリップダメージの基本ですが、スリップダメージは電撃または炎熱のデバフを発生させたアーツのダメージをもとに値が決まります。これはシリーズで共通の仕様なので各シリーズを遊んでいる方はいつものねという感じだと思います。今作の倍率はこんな感じで LV6 で最大 40% となります。実際に一度計算してみます。バーストグレネードで炎熱酸が発生。炎熱酸の倍率は 20% なのでスリップダメージは 4278×0.2 855.6 となります。実際に出たダメージは855なので端数は切り捨てのようですね。こんな感じで電撃、炎熱を発生させる一撃の威力を高めるほどスリップダメージも高くなるというわけです。しかしスリップダメージを1億にするには最大 40% だと元のダメージが2億5000万も必要になるということで不可能なんじゃないかと思われた方もいるはず。そこで登場するのがニールネールの新アーツコンダクションライズです。このアーツを使うと電撃、炎熱の補正が最大で 3.5 倍になります。つまり最大 40% は最大 140% になります。1.4 倍して1億になれば良いので元のダメージは約7150万ほどあれば良い計算です。エロいだけじゃなく性能も強いとか最高じゃねえか。では次はどうやって高い元ダメージを出すかという話になってきますが、それにはスキルのインパクトサンダーを使います。全ての格闘アーツでヒットごとに 18% の確率で電撃酸が発生します。これを装備しながら7150万ダメージを出せば出すだけではダメです。電撃酸は 20% なので 3.5 倍しても 70% にしかなりません。超ダメージで電撃酸を発生させた後は電撃6までレベルを上げる必要があります。レベルを上げるにはこれまた新アーツの光流派が使えます。光流派はガデルブ殿下の絆クエストで習得できるアーツでリアクション以外のデバフのレベルを確率で1上げてくれます。これで電撃3を電撃6にしてコンダクションライズで補正を 140% にできます。いやーマジでガデルブ殿下様々って感じです。ガデルブ殿下万歳。ガデルブ殿下番犬の粉砕で主に向かって盾を使おうというのか。それでは最後に1億ドゥーティーの実演をして終わります。今回は電撃延長のためにドールも使えます。背面特攻を使うので背後からスタート。適当にチェーンアタックをマックスにしてエーテル耐性ダウンロックのデバフが入るのを待ちます。超ダメージを出す条件としてはアグレッシブモード、バレットチャージ、エーテルダウンロック、そしてソウルボイスの4つを揃える必要があります。アグレッシブモードとバレットチャージは自分のアーツなので実質無条件です。問題はエーテルダウンロックとソウルボイスのタイミングです。エーテルダウンロックはエーテルダウン4から光流派で6まで強化します。ソウルボイスはリンのダウンアタックで戦闘時に確率で発生します。これを重ねるのに微妙に運が必要なので1分2分かかることがあります。今みたいにソウルボイスが出てもエーテルダウンが楽になっていないとか他のソウルボイスで消されたりとか入力が早すぎてなぜかソウルボイスの補正がかからなかったりとかいろいろと失敗する要素があるのでなかなかうまくいかないです。と言ってる間に7500万ダメージで運よく電撃酸が発生したのでこれでスリップダメージがカンストします。
電撃3のコンダクションナイズ力は 70% なので 7541548×0.7 52818813.6 です。ここで一度ロールに乗って電撃後のトライデントカノンを使います。こうすることでロールに装備した電撃延長の効果が発生します。今回は220秒延長したので110回ダメージが発生して総ダメージもカーストの100億になります。光流波とコンダクションライズで補正が 140% になったので無事1億ダメージになりました。本当だと電撃力は20秒なんですけどね、延長が効いているので3分以上続きます。しかしこうして眺めているとコンダクションライズが消えてダメージが下がります。下がってしまったらもう一度コンダクションライズを発生させれば OK です。ということであとは構成を紹介して終わります。主人公は普通に大ダメージを狙うだけです。他3人は TP とリキャスト短縮を重視。エーテルダウンと延長も。アーツは必要なものを適当に。スキルもテンプレです。ということで以上です。ご視聴ありがとうございました。